こんにちは。仕事に役立つ文房具の店、店の仕事道具店の店長店です。今日はですね、待望のこちらのアトマノートというのを紹介します。何が待望かというと、日本での販売が待望でした。私が社会人1年目の時にこのアトマノートっていうノートに出会って、こんな感じでね使い込んできたんですけど、3、4年前ぐらいかな、日本では手に入らなくなってしまって、紹介してもね手に入んないので、じゃあせっかくなら当店が取り扱おうと思って、何度かねメーカーさんにアタックとかもしてたんですけど、メーカーさんベルギーの方に本社がありまして、なかなか取引がうまくできないっていうのがあって、断念していました。で、去年の2024年にですね、私がオランダに移住したので、もうこれはチャンスだと思って、ベルギーのね本社まで行って、ぜひ取引させてくださいってお願いして、無事ね取引が開始しまして、でそこから、日本にね輸入したりとかいろいろちょっと作業があって半年ぐらいかかっちゃったんですけど、やっと待望のアトマノートの販売となります。今日はちょっと過去動画を使いながら、私がどうしてこのアトマノートがすごく気に入っているのかっていうのを話しつつ、後半の方にはその取引のね様子だったりとか、そこから日本に輸入するまでのちょっと苦労話を皆さんと共有できたらなと思っています。ではちょっとこのノートの魅力を紹介していこうと思います。まずはアトマノートの魅力からお話ししていきます。私は2015年に仕事のミスを減らすためになんかいいノートないかなと思って、有林堂をねぶらついている時にこちらのノートにたまたま出会いました。アトマノートの一番の特徴はページの入れ替えが簡単にできるという機能だと思います。バインダーのようにリングパーツを開く手間なく、リングノートから紙をちぎるのと同じ要領で簡単にページを取り外すことができます。小さめのリングノートだと書くときにリングが手に当たってなんかちょっと書き込みにくいなっていうことありませんか？でもこれならリフィルを取り外して書き込めます。ちょっとしたね外出で一応メモを持っておこうかなみたいな時は、私はね必要な枚数5枚ぐらいをリフィルだけでね持って軽く持ち歩いてます。でメインの用途としては、私はこのノートに業務手順を書き込んで自分用のマニュアルを作っていました。通常のノートの場合は業務を教わる順番に書き込むことになるんですけど、これはねページの入れ替えが後からでもできるので、書き込んだ後にカテゴリー順に並べ替えたりとか、よく使うページを前の方に持ってきたりすることができます。で、差し込む時もページをリングパーツに優しくね押し当てるだけで簡単にできます。このマニュアルノートのおかげでミスが減ったりとか、間違えちゃうかもみたいな不安感もすごくね取り除かれたので、もしね同じ悩みがある方はこの動画の方に詳しく紹介しているので、こちらご覧ください。今回当店で取り扱うのは機能は同じですが、カバーなどのねデザインがちょっと異なります。カバーはこのベージュとグレーで A6 と A7 サイズの2種類の展開です。グレーの方にはアトマのロゴがねワンポイントで入っていますが、ベージュの方は無地で環境に優しい再生段ボールっていうね素材でできています。裏表無地になります。リングはシルバーの方はパッと見ね金属っぽく見えますが、両方とも同じ素材のプラスチックでできています。金属だと机などに当てた時に大きい音がするのがちょっと嫌で、両方ともねこの軽めの素材にしました。中には60枚のシートが入っています。海外製でね若干ボラがあって少し多めに含まれている場合もあります。で、両方とも5ミリ方眼で色味が異なります。現在当店で販売しているリフィル単品は向かって左手の白い紙に青い方眼のみのデザインとなります。リフィル自体はグレーの方にも問題なくね使える互換性があります。当店でアトマが販売できるまで遡ること去年の7月下旬、場所はベルギーのブリュッセル。7月にねオランダに到着したんですけど、新居の入居がね8月だったので1ヶ月間近場の国の文房具屋さんをね巡っていました。でそこでねふとアトマがベルギーのメーカーだったことを思い出して、アトマノートがね買えないかなと思って Google マップで近場の文房具屋さん調べたら、本社まで1時間もねかからないことに気がつきました。
気がついた日金曜日で、月曜日には違うフランスの国に行く予定でした。まあちょっとね、金曜の夕方で、その次の日はベルギーの祝日っていう状況で、返信は期待できなかったんですが、ダメ元で月曜日の午前中に直接商談できないかなと思って連絡。諦め半分でしたが、なんとね、その日のうちに返信が来て、お話ができることになりました。土日はね、もうひたすらカンペ作りで、どんなことを伝えたいかを書き出して、英語に訳して、で、夫にね、添削してもらいました。ちょっとね、音が悪いんですけど、会いに行く直前のね、私が心境を語ってる様子がありました。もうね、めちゃめちゃ緊張してて、何より、英語がね、喋れないんですよ。ちょっとこの動画のどこかで私のカンペが映ると思うんですけど、もう一生懸命それ見ながら、あとは夫がね、喋れるので、通訳を頼んで、なんとか、ね、当店で取り扱えないかっていうのを交渉してみようかなと思います。そこもね、楽しみではあるんですけど、そもそもそのノートを、私が新卒時代に日本のね、隅っこで使ってたものを作ってるメーカーさんにこう会いに行けるっていうのは結構感慨深いなと思ってて、純粋に大好きだったノートのメーカーさんに会えるっていうのは楽しみです。はい。はい、そんなこんなで最寄りのカフェから歩くことね、十数分、見覚えのあるアトマのロゴが出てきました。可愛いね、ワンちゃんが出迎えてくれました。ちょっとね、大きくてリードなしだったのでビビったっていうのはね、ここだけの話にしときます。最初に今まで当店でアップしていたアトマノートの動画の反響だったり、寄せられた皆さんのアトマノートの日本販売の、熱望する声みたいなのを紹介して、この内容にね、アトマの方すごく喜んでくれました。で、商談では予算とか発注ロットとかを話し合いつつ、どんなデザインのものを当店で取り扱うかっていうのを話していきました。リングや表紙の素材、カラーなどはね、慎重に選びました。商品の内容があらかた決まったので、本社裏にあるね、工場も見学させてもらえることになりました。アトマは家族経営でスタートしたね、小さなメーカーで、今も創業家族を中心に少人数でね、営業しているそうです。ということで、まずはこのノートの紙、こちらめちゃめちゃ大きいロールからスタートします。で、このロールを機械にセットして印刷カットなどをしていくそうです。ちょうどね、動画に映っているのは最新のその全自動のね、機械を動かすところだそうです。意外とね、ロールの追加は手動です。ガムテープで留めてロールをこんな感じでね、つなげ込んでいます。で、この機械ね、ちょっと調子が悪かったみたいで、社員さん自分たちでね、工具、スパナみたいなやつ使いながら調整をして直しておりました。なんかね、少人数だけどいろいろな知見とか才能を皆さんが持っていて、だからこそ少人数で回せるんだなとね、職人気質すごくいいなと思って見てました。で、この青いところにインクが入っていて、方眼や罫線などが印刷されていきます。で、アトマの商品の奥には赤い縦ラインが入っていて、それ用のインク、赤インクもセットされています。で、そこを通った紙は青い罫線と赤い縦ラインが印刷されています。当店でね、販売するのはちょっと今は方眼のみなんですが、ベルギーでアトマノートっていうのは学生に多く使われているらしくて、このフォーマットが主流らしいです。次はね、この赤く回ってるパーツで紙をカットしていきます。ちょっと見学時にはよく見えなかったんですけど、この時点で何枚かページはね、重なっているようです。で、この機械をぐるーっと回り込むと、アトマの特徴でもあるキノコ穴を開ける処理がね、施されていきます。で、穴が開いたら紙は整えつつね、表紙とリングを一気にね、セットしていく工程に入っていきます。で、一冊のノートを何回か機械が押さえつけてリフィルをリングにね、セットしていきます。私はね、この工程の動きがなんか機械がね、可愛くて愛着が湧いちゃいました。ちょん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 みたいな、永遠に見れますよね。ちょっとね、同じ感想をお持ちの方のためにここはスキップせず、ゆっくり動画を流しておこうかなと思います。
で、ちょっと時を戻しまして、このカバーとリングがセットされているところに注目してみてください。ここはね、まだね、手動で行われているそうです。英語での説明だったので、ちょっと確かではないんですけど、この写ってる方が、この月でちょうど定年退職になると言っていた気がします。で、隣の方に、仕事内容ね、引き継ぎをしているとのことでした。人手がね必要な時とかは働いてる方が自分の家族をこう紹介したりするそうで、なんか長くフレンドリーに働ける環境なんだなと思ってね、一ファンとしてすごくね誇らしく、そして嬉しく思いました。あと見学の最後に見せてもらった新商品がすごく可愛くて、なんか今後のラインナップの参考になるなと。もしね、なんかこんなデザインとかカラーがあったら嬉しいっていうのがあれば、ぜひねコメントで教えてください。今後もねちょっと増やしていきたいなと思っています。ここからはですね、もう私のただの、一人満足苦労話なので、気になる方だけね、お付き合いください。アトマから仕入れた商品は、オランダの私の自宅兼事務所に届き、検品を行いました。で、日本に向けて輸出をするために、何社もね、配送業者とやり取り、英語とオランダ語がこうメインで、メールはね、頑張ったんですけど、電話はどうしてもちょっとまだ難しくて、夫がね、対応してくれました。なんとかいろいろな人の手を借りて条件の合うね配送方法にたどり着いたので、ここからパッキングをしようというねシーンです。箱のサイズや重さに制限があるので、どの組み合わせで箱詰めしたらいいかっていうのを計算し、ああでもねえな、こうでもねえなと苦戦してます。今回はだいたい20キロの箱が6箱くらいになったので、ちょっと持ち込めないので集荷サービスを使って送ることにしました。で、私たち今2階に住んでいて、狭い階段を下って廊下を進んだところに建物の出口があります。集荷サービスにはどこまで取りに来てくれるのかっていうのが明記されてなかったので、念のためね、事前に電話で確認して2階の玄関まで来ると言っていたんですけど、結局ね、当日は自力で全て下ろすことになりました。でね、また集荷日を指定していたんですけど、なんかね、うち玄関ベルを強く押さないと鳴らない仕様らしくて、その指定した集荷日ずーっと家にいたんですけど、留守だったから集荷できなかったよ、費用だけは請求するからね、みたいな通知が届きました。いろいろとね、日本と違う常識にこうカルチャーショックを日々受けつつ、もうひたすらコールセンターにこうつながるまで2、30分電話をかけ続け、つながったと思ったら基本的にはもうわからないって回答されるっていうのをこの先ね、1ヶ月繰り返すことになりました。で、その後なんとか集荷してもらい、日本に向けて送れたんですけど、6箱中ね、1箱だけなぜか住所違いだよっていうので戻ってくることに。で、6箱ね、全部同じラベルで出してるので、1箱だけ住所間違いっていうのはどういうことなのかわかんないので、また電話でね、問い合わせるも安定のわからないっていう回答でね、もう半泣きでチャット GPT にオランダの常識を聞いたり、どうしたらいいのか聞きまくってた記憶があります。12月ということでね、クリスマスシーズンだったので、そういうのでちょっと物流が混乱してたのかなと思います。で、何度やってもね、送り返されちゃうので、物流拠点までね、ウーバーで持ち込んで、預けたんですけど、それも結局ね、後日戻ってきちゃいました。もうね、この日々を思い出すと胃がキリキリするんですけど、年明けて、もう届け先の住所を変えようっていうことで、残りの分も無事に日本に届いたので、やっとね、ぐっすり寝れるようになりました。オランダの物流そんなに言うほどひどくはないはずなんですけど、それでもやっぱ日本国内に入ってからはとってもねスムーズに配達されたので、一 EC 事業者としてはね、日本の物流の素晴らしさに改めてね感謝感激でした。というわけでトラブルもいっぱいありましたが、なんとかね日本に輸出できたので、今後もね輸出輸入頑張っていこうかなと思います。愚痴にお付き合いいただきありがとうございます。トラブル中にね絶対に動画にしてやるっていうね何クソ精神でやったので、これでね供養できたかと思います。はい、アトマノートをご覧いただきありがとうございました。最後に再度ね告知というかアナウンスなんですけど、こちらのノートの販売は1月15日19時以降となります。で、今ある在庫が、全て日本に届いている分の在庫となるんですけど、今後も継続的に輸入していく予定ですので、万が一売り切れてしまったら続報をねお待ちいただければなと思います。インスタグラムとかでね再入荷とかの情報
報はなるべく早く流しているので、概要欄からインスタグラムチェックしていただけると幸いです。また商品ページ内にも注意書きがあったかなと思うんですけど、海外商品なのでちょっと日本のね品質基準とは異なる部分がありまして、パッケージの汚損だったりとかちょこちょこ日本ではあまり見かけない不備っていうのがあるんですけども、どうしてもこちらはねノートとして使うのに支障がない分に関してはうちでは不良品っていう取り扱いにはならないので、そこだけご了承いただければなと思います。ただね届いた商品があれちょっとこれどうなんだろうみたいな疑問に思う点がありましたら、当店のお問い合わせまで気軽にご連絡いただければすぐに対応いたしますので、その辺はご安心いただければと思います。はい、では最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ皆さんゲットしてください。バイバイ。